東方より横綱大野里土俵入りであります。横綱大野里、露払い隆の勝、太刀持ち高安、行司は木村庄之助であります。今年の5月場所では眼下底骨折を抱えながら出場したこともあるという、苦労人ですよね。でもこういろんな怪我で苦労はしましたけどね、一生懸命頑張ってればこうやって、いつか幕内に上がれる日が来るわけですからね。そうですね、立派だと思います。しかし相手は獅司、難敵です。ここは取り直し、立ち合いが合いませんでした。ちょっと獅司もね駆け引きしましたけれどもね。そうですね、ここは新入幕の日翔立ち合いです。さあ獅司が上体を起こして、さあ日翔の上体を起こしにかかる。さあここは取った。ここは獅司が勝ちました。嬉し獅司、ここで日翔に対してしっかりと白星です。そうですね、よほどこの左の膝が状態が良くないんでしょうね。新入幕の会見では千秋楽まで怪我なく相撲を取り切るということを話していましたけれども、ただ力士にとってやはりこの膝の怪我ですか、やっぱりこの土俵を降りる姿を見てもね、ちょっとその膝を痛めてる。そうですか。3秒って相当ですけれどもね。そうですね、しかも稽古場ならいいですけどね、これだけの大観衆の中でね、そうですね、大変だと思いますね。今日も熱気がほとばしる両国国技館です。さあ琴恵鵬、低い体勢からいったか、竜電のパワーだ。竜電組み合っている、回しを取りに行くが、おっと琴恵鵬回しを取った。さあ竜電どうだ、竜電は回しを取れない。どうだ、琴恵鵬が押す。しかし土俵際の粘り、足を組んだが竜電の勝ち。土俵際の勝負、竜電が勝ちました。琴恵鵬もいい形で終盤までは持っていったんですが、ここは幕内竜電力を見せました。いや、いかがでしたか。やっぱり
ことでこう出てくるんでしょうかね。そうです。まずこの立ち上がりですね、はい、長身の竜電の方が低いですよね。でここで少し頭がありましたけどね。でまわしを取って、そうですね、左で下手を取ってですね、体を入れ替えましたね。もう体だけ見たらですね、立派な体してますから。これ直接見るとその大きさに正直圧倒されますよね。圧倒されますね。圧倒されますよね。同じ人間なのかなと思うぐらい大きいですからね。威圧感ありますよね。ただ昨日は体の小さな朝紅龍にちょっと引いてしまうような形がありました。錦木と湘南の海、人気力士の対決です。さあ湘南の海、さあそのパワーを生かして当たった、胸を突き合わせて、さあ錦木下からいく、錦木が押す、錦木が押す。湘南の海はここから粘りの相撲です。粘りの相撲、さあ錦木を回す湘南の海、ここは湘南の海が力を見せました。そのパワーを遺憾なく発揮、しかしもつれた相撲になりました。お互いが差したい、その攻防ですよね。この上腕がガチャンとぶつかり合ってね、そうですね。はい、そして最後に湘南の海が少し引いてそこから差した。そうですね。これ差した瞬間湘南の海はよしと、これで勝てると思ったと思いますね。はい、先場所10勝5敗として大怪我でしたからね。それを考えればやっぱりこうやってね、幕内に土俵に戻ってくるっていうのは立派だと思いますね。今でも右膝より下の感覚はないそうですね。そうですか。そういう中でもそうですね。それを翔猿がうまく対応できるかですね。はい。注目の顔合わせ、翔猿と友風です。さあ友風当たった。翔猿は間合いを作った。さあ友風張り手で、ここは翔猿後ろ、体を入れ替えた。翔猿さすがです。さあもう一度友風が押す、突っ張りで押す。翔猿はまわしを取りに行くが、友風決して前を詰めさせません。さあ少し落ち着いたか。そして友風、翔猿が押す、翔猿が押す、どうだ、首をつかむ。もう一度です。決して組み合いません。さあここは軍配は友風です。軍配は友風に上がりました。あると思います。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は友風が上がりましたが、胴体ではないかと胸がつき、協議した結果、翔猿の足が先に出ており、行司軍配通り友風の勝ちといたします。友風の勝ち。ここは行司の軍配通りということになりました。いや見応えのある相撲でしたね。そうですね。お互い力を出し切ったいい一番じゃないですか。なるほど、土が、出たような感じがしましたね。このはたきよく残しましたね。体を入れ替えて俊敏な動き、そしてもう一度友風がここでもう一回はたきますね。そうですね。もう翔猿は友風のはたきを警戒してますね。この動きは。で前を取って、ここも叩こうと。ただここから友風はもうはたくのをやめて今度前に出ていくんですよね。思わず翔猿が引いたところ、翔猿の右足のかかとで。西尾さんはどうでした？私も他のスポーツは野球をやったりとか、もちろん本格的にはやってませんけど、好きでやってましたね。結構他の普通の人よりは上手でした。そうですね。上手だったと思います。いやちょっと自称ですけどね。見てみたいですけどもね。はい。さあそんな朝紅龍ですけれども、朝紅龍は大阪の四條畷市初の幕内力士となりました。日体大の出身、大野里が2学年後輩です。さあ朝紅龍鋭くいった。時早て、さあここは落として、し
かしもう一度暗殺コールは軍配は時隼だ。速攻相撲でした。お互いの鋭い立ち合いでした。いや、これも一つ見応えありましたね、今のは。そうですね、スピードがある相撲ですね。飛んできましたよ、浅く起こしたことで。そうですね、際どい一番ではありましたけどね。はい、よく残しました、確かに。ただいまの決まり手は突き落とし。そして突き落としで時隼。突き落として時隼にはどんなところ強さ感じますか？そうなんです。土俵をですね、こう、はいうまく捉えるっていうことを重視しているそうですね。石尾親方はそのあたりはなんかどうでした？特にそういったことはやったことはないですけどね。はいだと思いますね。うん。ベテランの佐田の海。そしてパワフルな相撲が持ち味の明生です。さあ立ち合いです。さあ、おっと佐田の海がそのままいった。佐田の海、ベテランの力を見せつけました。明生を寄せつけませんでした。いや、西尾親方いかがでした？いや、もうまさに電車道というかですね。電車道ですね。もう一気に前に走るような相撲ですよね。もう世界陸上の100メートル走を見てる確かにそんな感じでしたね。明生としてはこれどういう相撲でというふうなプランでいったんだ。回しを前回しをすぐに取られてしまう。御嶽海はこの場所の直前にお母さんのマルガリータさんをね亡くしまして、この悲しみももちろんあると思います。そしてお母さんに捧げる勝利、そうですね。相撲というのを期待したいと思います。もう場所が正代と御嶽海です。さあ低くいったのは御嶽海。正代上体を落とされている。さあここからさあ正代の力だ。正代の力だ。しかし御嶽海が押し返す。御嶽海を押し返す。土俵には御嶽海が勝った。御嶽海今場所初勝利。お母様に捧げるこの場所初めての白星を挙げました。いやー、御嶽海途中ちょっと苦しい時間帯もあったと思うんですけれども見事でした。外にこう送り出していくような。そうですね。一つ勝てばね、また気持ち的にもだいぶ変わると思いますので、そうですね。これからでしょうね。はい。名古屋場所で初優勝した時にね、こうお母さんが祈るようにこう応援していた姿というのは相撲ファンも覚えていらっしゃる方多いと思いますけれども、そうですね。楽しみですよね、本当にね。そうですね。はい。今日は裏戦ですからね。そうか、裏富士の川は楽しみですね。そうですね。さあそしてこの狼雅と美ノ海。狼雅は御嶽海と明生に連勝発進となっています。一方の美ノ海、初日には正代に敗れましたが2日にその藤の川に勝ちました。美ノ海の相撲というのもね、非常に基本に忠実とも言われます。さあ立ち合い、狼雅少し起こされているが美ノ海低くいく。そして左から、そして狼雅土俵際だ。美ノ海が押し切るか。美ノ海、勝ったのは美ノ海です。相撲がうまいですね。うまいですか。どういうところに感じましたか。やっぱり美ノ海の左の使い方ですね。左タッチペンいきましょうか。タッチペンお願いします。先ほどせかされましたからね。いやちょっとタッチペンいきましょう。ぜひ親方のタッチペン解説、この左ですね。美ノ海の左の使い方で、狼雅は右を差したいんですよね。差させないように肘を締めて回しを取りますよね。そして左から出しておいて、相手を崩して寄り切ると。この狼雅が右を差してくるの分かってますから。夏巡業もね、その怪我の影響で参加ができていなくて、
土俵での稽古は9月に入ってからそうですか。ということなんですけれども、ただ実力がねあるんでね。そうなんですよ。優勝経験もありますしね。はい、本当に三役経験も長いですし、そうですね。怪我さえ治ってれば、はい、十分これは優勝争い引っ張るというか食い込んでいけそうですよね。そうですね。一方の金峰山、カザフスタン出身。さあここは投げた。ここは金峰山の勝ち。大栄翔ちょっと褒めすぎましたかね。褒めすぎましたか。本来の姿ではないですね。やっぱり簡単に大栄翔でも金峰山に簡単に上手を許してしまいましたね。はい、ここですね。そして回しを取って投げた。もっともっと大栄翔は突き放していくんですけどね。はい、ここで刺してしまいましたね。右を刺してしまったので金峰山に左で上手を相撲を取りますよね。そういった姿が相撲ファンの心を捉えています。名古屋場所では草野とともに新入幕となりまして2桁勝利敢闘賞。お父さんは兜山親方元大碇、若碇という名前だったんですけれども、この藤ノ川は部屋に伝わる伝統の名前ですよね。素晴らしいですね。はい、さあ宇良と藤ノ川、大注目の対戦となっています。さあ鋭くいった藤ノ川、宇良に対して間合いを取る。さあ宇良は低くいく。藤ノ川土俵際。さあ藤ノ川、さあ押される。宇良が勝った。ここは経験の差を見せた宇良。鋭い相撲でした。両者鋭い相撲でした。勝ち切ったのは宇良です。いや、西岩親方、はい、ここはいかがでしょうか。タッチペンいきますか。いきますか。よろしくお願いします。はい、西岩親方にタッチペン解説をしていただきました。確かに今相撲でね、本当によく低いですねって言われますけれども、いかにそのT の形の下のところを入るか、これが大事なんですね。これが大事なんですね。宇良はここは経験見せましたね。そうですね。やっぱり勝ち2日目は宇良に負けました。欧勝馬初日宇良に負けて2日目に金峰山に勝っています。この翠富士、欧勝馬ちょっと身長差がありますね。そうですね。はい、欧勝馬の方が非常に大きい。翠富士の得意技みたいですね。さあ出るでしょうか。さあここは低くいった。さあどうだ。欧勝馬、体格で勝っているのは欧勝馬だ。組み合った。回しを取りに行く翠富士、まだ取れていない。低くいく翠富士、長い相撲になっている。さあ欧勝馬、上から押さえつけるように、さあ剥がした。さあ翠富士、さあここは土俵際、欧勝馬の勝ち。立ち合いから注目だったんですが、結果長い相撲になりましたね。そうですね。うまく中に入っていったんですけどね。入りすぎましたね。ああ、そうですか。浅く入ったら肩透かしできるんですけどね。ませんでしたね。肩透かし王子とも言われる翠富士ですけれども、ここで勝負審判のそうですね。左で回しを取ってしまいましたね。はい、これは欧勝馬がそう肩透かしやらせないように入れたのか、結果的にそうなったのか。結果的にそうなったと思いますね。ああ、そうですか。ここからですね、欧勝馬が右からこれですね、肘を決めるように、ここもですね。スタッフになりました。そうですね。はい。名古屋場所を見てると本当に力があるなと思いましたね。そういった中でこの草野は隆の勝、一山本に試練の連敗発進ということになりました。草野としてはどんな相撲を出していきたいですか。そうですね。もろ差し、それから突き押しもありますよね。大野勝との顔合わせです。さあここは少し組み合う形になって、さあ草野が寄る。
草野が寄りました。今場所初勝利を挙げた草野、大野勝を下しました。今日は得意のもろ差しですね。自分の一番いい形になりましたね。はい、今の決まり手は寄り切り。今のもろ差しの形が草野にとってはベストということなんでしょうか。でも取れますけどね、この両方差していくもろ差し、はい、これが草野の一番の得意な形ですね。大野勝を少し持ち上げてそのまま押していきました。大野勝としては脇が空いてしまいましたね。両方刺されてしまいましたので、はい、こうなると力が出ないですね。草野の相撲の形に持っていかれたということで、ただ草野ね、ここで初勝利ですから、ここから結果的にはでもね、10以上勝つとね、ちょっと入りきらなくなってきましたから、ちょっと2桁勝利、ちょっとアベマのコメント欄の期待を裏切るように、さらにこう12山本、13山本と期待したいと思います。一方の隆の勝、コメント欄にはおにぎりマークがたくさんです。人気力士の対決。さあ低くいったのは一山本、隆の勝前に行く。さあ一山本押し返す、土俵際だ、隆の勝が押していく、隆の勝が押していく、隆の勝の勝ち。持ち味の前に出る相撲、隆の勝見事に出してくれました。隆の勝来ました。低くいったのは一山本でしたね。そうですね、一瞬ここで一山本が引いたところで、右を差しましたね。隙を見逃さなかった隆の勝です。低いのは一山本ですけどね、はい、左から追っつけましたけど、この引きが良くなかったですね。本当で今一瞬ですね。そうですね、隆の勝が見事な相撲、自分の持ち味。若元春はこのプロレス観戦もね大好きということで、よくねプロレスの解説とかにもたまに呼ばれたりゲストですることもあるそうですよ。両力士ともに人気があります。若元春は得意の形に持っていけるかどうか。時間です。立ち合いです。さあパワフルにいった平戸海が行く、平戸海が行く、速攻相撲で平戸海の勝ち。得意な形を出すことができませんでした若元春。いやー、西尾親方、はい、平戸海速攻で鋭くいきましたね。いやー、今日はいい立ち合いをしましたね。はい、そして相撲が速いですね。速い、一気に攻めましたね。あとですね、はい、ここで鋭くいって、平戸海を思うがままにと。そうですね、少し立ち合い遅れた感じはしましたけどね、タイミングが。で若元春もこの左がね硬いんですけど、なかなか左を差させないんですけどね、出足がありますからね。そうですね、琴勝峰もちょっと油断すると一気に持っていかれますからね、はい、立ち合い気をつけなきゃいけないですね。琴勝峰も今場所ね三役に向けてのね戦いにもなってきます。3日目から連勝街道で優勝を決めた琴勝峰です。一方の豪ノ山、今日もそのパワフルな相撲見せられるでしょうか。強く当たった豪ノ山、琴勝峰をかわした。豪ノ山が行く、豪ノ山が行く、琴勝峰土俵際、いやしかし負けていない。琴勝峰もうまさがあります。豪ノ山下から行く、何度も下から行く、何度も下から行く、そして豪ノ山終わって琴勝峰、最後に勝ったのは琴勝峰です。先場所優勝、確かな自信を身につけ、この9月場所に挑んでいます琴勝峰。見事な勝利でした。いやー、西尾親方、なんかこう通じてないといいますかね、やっぱり下半身、琴勝峰ですか、はい、下半身がしっかりして、そして上体の柔らかさもありますので、豪ノ山がこうなんか押しにくそうに相撲を取ってましたね。
何回も押してるんですけどね。そうですね、相手に伝わってないというかですね、同世代の豊昇龍などと刺激し合いながら成長している、この世代は本当にこれからの相撲界を引っ張っていく世代です。力強い王鵬の相撲出るでしょうか。一方の高安です。高安は腰に怪我を抱えているんですけれども、その腰の負担を軽くするために下半身のトレーニングというところに重点をちょっと置いて、体の鍛え方というのをちょっと変えてきているそうですね。そうですね、ベテランになってきますそうですね。一方の若手の王鵬、お父さんは元関脇貴闘力、おじいさんは大鵬という伝統の血筋。ここまでは霧島、若隆景に連敗です。注目の一番です。さあここは高安いなされる形、一瞬で勝負はつきました。軍配は王鵬です。高安はこれで3連敗。勝負は一瞬でした。王鵬の勝ちです。帰っていいですか。いやそうですね。やめたんですけどね、初日から3連敗となるとですね、私もまだまだ見る目がないなというふうに反省しております。この一番というのはこれどうだったんでしょうか。いや、立ち合いは高安の方が良かったですよ。良かった、良すぎてちょっといなされた時についていきませんでしたね。王鵬は突き押しの威力ありますから、高安もその突き押しに負けない。5連敗ということで、ちょっとねスタミナ的な部分もあるのかもしれないですけれどね。でもこの15日間 100% でやり続ける。ちょっとお互い睨み合いがありました。熱海富士一礼です。お互いの呼吸をさあ低くいったのは霧島だ。さあしかし熱海富士パワーなかなか押されない。さあしかし霧島が行く、霧島が行く、土俵際ですが軍配は霧島、軍配は霧島です。立ち合いから鋭くいった霧島が最後土俵際粘り勝ちしました。いやー、西親方、いかがでしたか。まず立ち合いもですね、熱海富士の右と霧島の左の戦いですよね。熱海富士はここで霧島が巻き替えて、今度は熱海富士が巻き替えて、最後は熱海富士は投げに行こうと。そうですね、ここですね、熱海富士が巻き替えた瞬間、霧島は一気に攻めましたね。この巻き替えの瞬間っていうのはやっぱり狙いどころになってくる、宇宙人なんです確かに、いや誰もやったことないことをやり続けているという意味でね。この玉鷲がただ実力のある若隆景ですからね、そう簡単にはいかないでしょうしね。そうですね、まずは立ち合いですね。そうですね。高田川審判部長は怪我をするよりワンランク上になっていると話していました。注目の一番です。ちょっと玉鷲が早くいってしまいました。立ち合いの瞬間からさあ低くいった若隆景、さあ玉鷲が回して、ここは玉鷲の勝ち。宇宙人玉鷲、今日は若隆景を下しました。
今場所初勝利を挙げた玉鷲です。いやー、西尾親方、はい、やりましたね、玉バラン鷲。スを崩しましたね、若隆景は。はい、立ち合いは若隆景の方が低いですしね、そうですね、押し込んだんですけどね、ちょっと玉鷲の右の喉輪でバランスを崩しましたね。はい、この辺りがなんかこの若隆景の軽さといいますかね、おー、ルーティンを最近やってるんですよね。そうですか。こうやってね、一緒に体を動かして、それで気合を入れていく。まあいろいろ考えながらねやってると思いますけどね。そうですね。まあ今日はこの低い青錦にどういう相撲を取るかですね。体、頭がね、全く上がらないというふうにおっしゃいますよね。そうですね。琴櫻は阿炎、伯桜鵬に本来の相撲を見せつけて連勝発進となっています。青錦は1勝1敗。さあ低くいった青錦、さあ琴櫻パワフルにいく、強気の琴櫻、そして青錦がいく、青錦がいくがどうだ、軍配は青錦だ。勝ったのは青錦。琴櫻本来の相撲、強気の相撲を見せていきましたが、勝ったのは青錦でした。やはり青錦、低い低い相撲。そうですね。私が琴櫻を褒めすぎましたからね。もう何度かこういうシーンがありましたが、琴櫻はね、今場所いいという話だったんですが、どうですか、でも青錦低くいってますね、これ。低いですね。はい、低くて、琴櫻もね、どんどん攻めようとするんですけど、相手が低いですから、攻めれませんでしたね。攻めれなくて、今度は引いてしまいましたね。はい、ここですね。ここで、なるほど、土俵の外に足が出てしまいました。しかし青錦、豊昇龍、ここまでは素晴らしい相撲を取っています。この豊昇龍は以前投げ技に少し頼ってしまう癖があるというふうに八角理事長から言われたことがあったそうで。そうですね、確かに投げは強いですけどね、ただ投げ技っていうのはどうしてもこの攻められた時に逆転の投げ技ということになりますからね、投げ技を出すのではなくて前に攻めていくようなね、そういう相撲を取るといいと思いますね。西尾親方もいろんな若手力士見てきたと思いますけれども、投げに行ってしまう力士っていうのは結構いるんですか？いますけどね、どうしても投げっていうのは攻められた時に逆転の投げっていうのが多いんですよ。ですからそうではなく前に攻めていって押し出す、寄り切る、そういう相撲がいいと思いますよね。さあそういった相撲を見せることができるか横綱豊昇龍、対するは伯桜鵬です。立ち合いパワフルにいった、少しかわして、さあ豊昇龍投げに行く、豊昇龍投げに行った、勝ったのは豊昇龍、横綱としての姿を見せます。これで3連勝。豊昇龍への声が飛びます。西尾親方いかがでしたか？立ち合いがですね、豊昇龍が右に変わるような立ち合いをしましたからね。少しかわして圧力にちょっと危ないと思ったんでしょうかね。ただ相撲は危ないですよ、これ。そうですか、危ない。最後は投げが決まりましたけども、ここで伯桜鵬の中入ってきますからね。ただこの投げは強いんですよね。強烈でしたね。強烈の投げですね。ただ内容はあんまり良くないですね。そうですか。ただ勝ちましたから、それか突っ張っておいて引くかですね。
阿炎が押し出すとか寄り切るっていうのはちょっと考えられないと思うんですよね。そのパワーとして大野里の方がシンプルなパワーは上なんで。そうですね。ですからいかにかわす引きやはたきいなしを使って、大野里の体勢を崩すというのが阿炎の相撲だと思いますね。はい、ただ大野里も阿炎がそういうことをしてくるっていうのはまあ知ってますもんね。十分頭には入ってると思います。はい、その上で押していくのか、それともまたちょっと変えてくるのかという。そうですね。もう怖がらずにいろんなことを阿炎は仕掛けてくると思いますけど、はい、怖がらずにどんどん前に出て押していくことが一番いいと思うんですよね。大野里は自分のスタイルを、怖がったらまんまと相手の術中にはまりますからね。はい、さあ立ち合い突っ張った。さあ大野里が押す。さあここは横に跳ね抜ける形、横綱大野里、圧倒的な強さを見せる大野里です。横綱相撲でしたね。寄せつけませんでした。もう大人と子供みたいなね。いやー力強いですね。吹っ飛ばしましたね。吹っ飛んで吹っ飛びましたね。いやー、驚きました。いやー、いや驚きました。立ち合い突っ張って上体を起こしましたね。そうですね、起きましたけどドーン。初巡業から稽古を重ね本場所デビュー。来月のロンドン公演でも担当することになっています。この羅漢寺っていうしこ名がですね、はい、どういう意味かなと思ったら、大分の有名なお寺が、そうなんですか。字を羅漢寺の字は寺の字なんですけど、羅漢寺というお寺の名前だそうなんですよね。そうなんですね。見事に弓取り式を本場所から務めています。西親方はしこ名にはねこだわりありますから。こだわりというかですね私はやっぱり本名で取るよりもしこ名で取ってほしいなっていうふうなそういう気持ちありますね。こう襲名というのもねあったりしますね。そうですね。